うなぎ料理屋さんってうなぎをいっぱい焼くところが絶対美味しいんですよ。絶対そうなんです。上品なね、一日何組で何匹しか焼かないところよりも何百匹っていうところの方が、なんていうんですかね、うなぎの味がタレに乗ってくるんですよね。本当にうちの場合は、昔ながらのやり方で、もう全く添加物とかなんかそういうのも使わずに継ぎ足しながらですね。なんかよく継ぎ足すっていうともう昔のタレみたいな、なんかよく衛生的に大丈夫なのかみたいな、そういうなんか話っていうのがあって、でうちぐらいうなぎを焼いていくともうどんどん継ぎ足していかないと、要するに足りなくなってくるっていうか、はい。だからもう常に美味しいうなぎのエキスが入ったタレがちょっとそこでうまく循環してるっていうか。よく言われるのは関西風関東風とか言って、うなぎの裂き方から背開き腹開きとか、あと焼いて素焼きの後に関東の方だったら蒸すという工程があって、それタレ付けとかいうのと、大阪より蒸しっていうかこっちの方は生の状態からかば焼きまでそのまま仕上げていくっていうやり方なんですけど、それにプラス柳川の場合はせいろ蒸しという独特なこっちのやり方で、タレ付けご飯の上にかば焼きを乗せて、で蒸して、それでお客様に提供するというですね、はい、で僕もいろいろうなぎはもともと好きなのもありまして食べてみてはいるんですけど、ご飯とうなぎのその一体感っていうか、これはなかなか究極のうなぎ料理だとは思ってます。よく言われるのはうなぎですね、蒸してないんですけど焼いていくにどんどん柔らかくタレをつけて柔らかくなって、お客様に出す時に例えばよく箸で切れるようなパッと、でもそれを切らないように箸で切れるんだけど、僕たちは持ってる時に切れないように焼いていくっていうか、要するにそのうなぎの中で力を加える視点っていうか持つポイントですね。それを見ながら触りながら噛んで、要するに返していったりとかタレつけていったりとか、それを揚げたりとか、そういうとこやっぱりなかなか経験に積まないと、やっぱりだってお客さんは普通に持っただけで切れるうなぎの状態になってるんで、なかなかその辺はやっぱり感経験、そういうのは必要だと思いますね。
本当理論的に言うと1匹ずつ焼くのが絶対ベストな状態なんですよ。まとめて串に刺して、違う収縮率のやつを並べてもこっちはギュッと詰まるしこっちはそんなにっていうのをなかなか逆に僕に言わせるとあっちの方が難しいんじゃないかなっていう、それを均一に焼くっていう方がだから一番シンプル、本当にその一匹一匹をそのうなぎの状態に合わせて焼いていくっていう、まあシンプルなことですけど、はい、そういうやり方ですね。生、素焼き、かば焼き1回目、かば焼き2回目、3回目っていう風にずっと上げていくんで、大体の時間差で上がっていくようになってるんですけど、あとはこう見て、火加減パッと見た時にうなぎの間から見える火の強さですよね。でやっぱ強いところはそれだけ焼きやすいんで、そういうところ注意しながら時間差で上げていくということですね。ジュッという、なんていうんですか、そのうなぎの脂が、うなぎの中でなんていうんですか、音を立ててたぎってるような音がするんですよね。グツグツで目でも見えますし、そこの部分ですかねを見ながらやるっていう感じですよね。これもやっぱりなかなか経験積んでいかないと、はい。ですね、僕は備長炭とカシスミと混ぜてやるんですけど、それぞれ特徴がありまして、火が起こりやすいのはカシスミの方が柔らかくて火がつくんですけど、要するに、単にうなぎを焼くだけだったらいいんですけど、かば焼きにするためにタレをつけていくんで、どうしてもそのタレが下にタレと油がこう落ちていくんですよね。その時にやっぱり備長炭ぐらい火力があるやつじゃないと保てないんで、要するに何ていうんですかね、消えていっちゃうんで、かすみだけだと火力が弱くなっていくっていうか、でその辺は火加減調節しながらですね、やっぱりいわゆる遠赤の効果でふっくらしっかり中まで火が通るっていうとこじゃないでしょうかね。
うん、あ、僕は単にもう特にうなぎが好きで、僕はちょっと立場的にもあれですけど、うなぎいくらでも食べれるっていうかまあ実際週に3、4回セロムシ食べるんですけど、それはまあちょっとどっちかというと、まあ、好きなのと、まあ、味見も兼ねてっていうのと、あとまあ食べ物ってすごい大事だなと思ってて、結局食べたものじゃないですか、僕たちって食べたものからできてるっていうか、そうしていく中で今ってやっぱりこうなんていうんですかね、簡単にとか手軽にとかいろんな食べ物っていっぱいあると思うんですけど、本当になんかそういうの、なんか添加物とかそういうの全く加わってないのをなんか体が欲してる時とかにすごい自分で作ってるんでよくわかるんですけど、実際入ってないんで本当なんか食べたくなるというか、体が欲するっていうか、ナチュラルななんていうんですかね、そういうのも一切入ってない食べ物を食べたいっていう時に最高です。本当に。好きですね。やっぱりちょっとここ2年ほどで以前のお客様が来ていただけない時期からで回復してきてですねって思うんですけど、やっぱりなんかもっとせいろ蒸しっていううなぎの料理を知っていただきたいなっていうのが、まあ福岡県内だとさすがにいろんなところで出されてるのもあって皆さんご存知の方が多いと思うんですけど、意外と他のところに行くと「え、何それ?」みたいな。とかいうのもあったりとかするんで、まあ僕はそういう組合のあれとかもやってるんで、もうちょっと知っていただけたらなっていうのはありますね。こんな美味しいのに知らんとみたいな感じではい、関東の方とかそんなお店でいやーなんか似たようなやつは多分あると思うんですけど、要するに作り方がやっぱりちょっと手が込んでるっていうか、だから多分もうちょっと違うんじゃないですかね、やり方が。そのタレ付けのご飯もそのタレももうちょっとそういうふうに今こっちでやってるみたいな二度手間になるようなあれでされるとこなんかないだろうしっていう感じですね。ただ僕思うんですけど、そこまでしてでもやり方こだわってるのがうちの強みっていうか、はい、でそれが分かっていただけるからお客様にも来ていただけるっていうか、はい、と思ってますんで。